どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえでなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ニカの伏線とジョイボーイです。それは、ルフィを表す数字、56。ゴムから何かがわかるかもしれません。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし、最新話をまだ読んでいない人や、コミック派の人は、多いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか？行きましょう。1044話で明らかになったルフィの悪魔の実、人人の実、幻獣種ニカ。それは後付け設定だろという声も少なからずありますが、どの時点からニカは設定されていたのか、こちらを今回考えます。まずはお得意の話数の語呂合わせから考えましょう。僕が考えるワンピース考察方法、話数の語呂合わせ。もしも本当にそんなものが仕掛けられており、さらにニカが後付けではないなら、ルフィを表す数字56、ゴム、つまり56話にニカのヒントがあるはずです。56話のタイトルは嫌なこった。この56話にニカのヒントはありました。ニカ。しかも不自然に曲がった指の形が5、ギアフィフスを表す。これは面白いことに1043話でルフィが笑ったニカという擬音と一字一句全く同じ表記です。ニカとはモルジブの言葉でゴムの木を表し、そしてさらに日本語で笑顔を表す言葉ですが、他にもこれまで作中で使われたニカは魚人ブロギーのニカ、上バビのニカ、ボンちゃんのニカ、深星のニカ、エースのニカ、ルフィのニカ、ルフィのニカ。以上の9回でしょうか。この9回のうち1043話のニカと全く同じ表記が56話ゴムのニカなのです。しかも作中でおそらく初めて登場したニカはこの56話のニカです。ルフィは1043話で覚醒して太陽の神ニカになり、その悪魔の実は人人の実でしたが、1045話のカラー扉へのルフィが着ている服の番号は56、ゴムのままです。つまりルフィの悪魔の実はゴムゴムの実ではありませんでしたが、太陽の神ニカはゴムそのものの性質を持つので、ルフィを表す数字はこれまで通り56、ゴムでしょうか。しかし問題は、ルフィと全く同じニカッと笑ったのはサンジが見習いコックとして乗船していた客船オービット号の名もなき先輩コックだという点です。これは一体どういうことでしょうか。56話の話はルフィには関係なく、サンジとゼフが夢見たオールブルーの話でした。オールブルーとはイーストブルー、ウエストブルー、ノースブルー、サウスブルーの4つの海の全種類の魚が住んでいる海。それは海のコックにとって楽園とも呼べる海域だそうです。しかしそんな奇跡はありえないと先輩コックは言います。ちょっと脳みそをひねればわかることだ。大方どこぞの夢見るコックが大ボラ吹いたんだろ。つまり56、ゴムイコールニカならニカイコールジョイボーイ。ニカッと笑ってオールブルーを否定したオービット号の先輩コックはルフィと繋がるというよりも800年前に実在したジョイボーイと繋がるかもしれません。おそらくジョイボーイも800年前に人人の実、幻獣種ニカを所有していたのでしょう。となると56話ゴムのタイトルは嫌なこった。800年前世界政府は人人の実、幻獣種ニカを恐れ、その悪魔の実の名前をゴムゴムの実だと隠蔽しました。つまりジョイボーイからすればそれは嫌なこった。そのように考えると、ジョイボーイとはゼフやサンジと同じようにオールブルーを夢見て旅をしていた可能性が浮上します。当然ながら800年前にワンピースはありません。ワンピースとはロジャーが手に入れた全てのものの総称がワンピースですから、ジョイボーイが800年前にもしも旅をしていたなら、ワンピースではなくオールブルーを夢見て探していた可能性は大いにあるでしょう。こちらの2年前の動画で考えたように、ルフィとサンジは表裏一体であり、ルフィがワンピースを目指しているなら、サンジはオールブルーを目指しています。一つは全てであり、全ては一つである可能性。こちらの動画ではワンピース一つなぎの大法とは、数多くの方が考えている通り4つの海域が一つになる一つなぎの大法だと考えました。ワンピースとは複数あると考えるので、もちろんこれはワンピースの正体の一つです。一つなぎとは読んでそのままなぎ、つまり無風な平和な海域のことでしょう。その海域を生み出すには聖地マリージョアがあるレッドラインを破壊するか、もしくはリバースマウンテンを破壊するしかありません。
どちらの方法でもそれは世界政府と敵対するでしょう。つまりもしも800年前のジョイボーイがオールブルーを目指していたなら、それは世界政府と敵対していたことになります。それではリバースマウンテンと聖地マリージョアの位置、どちらがオールブルーに近いのでしょうか。それはおそらくサンジのセリフがヒントかもしれません。聖地マリージョアの真下にある魚人島にたどり着いたサンジは美しい人魚たちを見て、見つけたぞ、ここがオールブルーだと叫んでいました。これはおそらくゼフがオールブルーの可能性を感じた場所と同じなのかもしれません。ジョイボーイが謝罪文のポーネグリフを残したのも魚人島でした。さらにニカッと笑った先輩コックが乗っていたオービット号の船首にはワインボトルがあり、そして56話の扉絵でサンジはワインを掲げています。このイメージはもしかするとビンクスの酒を表しているかもしれません。ビンクスの酒を歌ったのはおそらくジョイボーイでしょう。そしてビンクスの酒の元ネタはこちらの動画で以前考えましたが、幻のワインブロンクスの酒でしょう。ブロンクスの酒とはギリシャ軍とローマ軍の戦いにおいてギリシャ軍にどうしても勝てないローマ軍は、ギリシャ軍の強さの秘密はブロンクスの酒にあると考え、そのブドウの木を焼き払いギリシャ軍に打ち勝ったと言います。その時に奇跡的に残った数本のブドウの木から誕生するワインが幻の酒ブロンクスの酒です。つまり勝利に必要な酒がブロンクスの酒であり、それはビンクスの酒につながるかもしれません。そしてこちらの動画で考えたように、ギリシャ語でニカとは勝利という意味です。以上のことから800年前に実在したジョイボーイとはオールブルーを夢見た大ボラ吹きのコックなのかもしれません。それはまるで嘘つきノーランドのようで、オールブルーを夢見る赤足のゼフのような男。何度もここまで太陽の神ニカに関連して考えてきたように、元海賊であり料理人であるゼフのセリフ、死を恐れぬ信念一本の槍とは、仮死状態から太陽の神ニカに覚醒したルフィや太陽の神ニカのシルエットが手に持っている槍とイメージがリンクしています。さらに10巻 SBS によると、ゼフの長い帽子は晴天かつコック帽という名前ですから、晴天とは青空であり太陽の神のイメージとも合致します。となると太陽の神ニカの悪魔の実を持っていたジョイボーイはもしかするとコックだった。このかすかな可能性は44話からもわかるかもしれません。ルフィが太陽の神ニカだと確定したのは1044話ですが、何度も言うように1044話解放の戦士は44話とつながるでしょう。44話のタイトルは3人のコック、3イコール3、つまり太陽、そして人とは人ということは、3人のコックとは太陽の人コック、それがジョイボーイでしょうか。そして44話に登場している2つのハートのタトゥーを持つパティは、過去に2つの心を持つルフィとニカのヒントキャラだと考えましたが、44話でパティは3回もお客様は神様だと叫んでいます。神様です。以上のことから56話のニカとはオールブルーを夢見た800年前のジョイボーイかもしれないと考えました。最後にもう少しニカの別の伏線を提示しましょう。それは物理学者ウィリー・ガロンです。ウィリー・ガロンとは218話で突然空から降ってきたガレオン船と共に語られたウィリー・ガロンのセリフは、人が空想できる全ての出来事は起こりうる現実である。このセリフはまさに空想のままに戦うニカ・ルフィの伏線だと考えます。なぜならウィリー・ガロンのウィリーとは英語で小麦のようなという意味のウィリーでしょう。そしてガロンとはスペイン語で編み物という意味のガロンでしょう。つまりウィリー・ガロンとはウィリー・ガロン、小麦のような編み物、麦わら。空想を語ったウィリー・ガロンは麦わらという意味。さらにまだあります。この他にもルフィたちはゴーイングメリー号から太陽と呼ばれたサウザントサニー号に船を乗り換えていますが、これもゴムから2回変わった伏線っぽいです。太陽のイメージがサニー号なら、ゴムのイメージはメリー号かもしれません。なぜならルフィたちはゴーイングメリー号のことを略して GM 号、ゴーイングメリー号と表記していました。それはまるでゴムと読めるかのように。以上です。今回はルフィを表す数字56、ゴムからニカの伏線を見出して、ジョイボーイの正体の可能性について考えてみました。ジョイボーイはもしかすると800年前、オールブルーを目指していたのかもしれません。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。
チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。